お話を続けましょう。前回の動画ではこの画面で終わりました。基礎学力科目受験に関するアドバイスとして1番から4番のお話です。そこで今回はこの続きとしてこれら基礎学力科目を多様性へとつなげ個別試験への対応を少しアドバイスしたいと思います。もうかなり昔になりますが、私が日本語学校の先生であるルーマニア人女子留学生の大学個別試験対策で行われる面接の練習をしていた時のことです。ルーマニアというと日本からはるか遠く離れた日本ではあまり馴染みのない国です。ですので、まず彼女にはルーマニアは何が有名ですかと質問しました。すると、ドラキュラですと返事が返ってきました。ドラキュラ、吸血鬼ドラキュラですね。アニメとか漫画にも登場する吸血鬼です。妖怪なのかな？それを聞いたとき、思わず私は、つまんねえ！そんなんじゃ大学は不合格だよと言って笑ってしまいました。失礼な先生ですね。けど、私がつまらないと感じたのには理由があるんです。以前、動画で多様性のお話をした際、身近なことから話題にして話すといいですよ。ということで、衣食住の例を出しました。身近な話題ほど日本語の負担も少なく、日本語を学習を始めたばかりの頃は、それらを話題にして会話の経験を積めばよい。ということで、衣食住を進めました。それで、おそらく彼女は、クラスメイトや身近な日本人にルーマニアを紹介する際、衣食住に加えて、吸血鬼ドラキュラの話をして盛り上がっていたんでしょう。自信を持って答えてくれましたが、彼女の返事は今お話しした1年生のレベルで止まっていて、大学入試では通じないレベルだったのです。そこで改めて、ルーマニアは何が有名か質問しました。けど返事に悩み、私も何が有名なのかと考えました。皆さんはどうでしょう？ルーマニアは何が有名ですかね？あまり縁のない東欧の国です。何も思い浮かばないとき登場したのが総合科目でした。私の知識をフル動員して彼女に質問したのはチャウシェスクについてでした。実はかつてルーマニアにはチャウシェスク大統領という独裁者が政治をする時代がありました。ちょうど東西冷戦が終結し、東欧の社会主義体制が揺らぎ始めた1989年、ルーマニアで革命が起きました。それまで独裁者として市民を抑圧してきたチャウシェスク大統領に対し革命が起きたのです。当時の日本のマスコミ各社はその模様を毎日報道して大騒ぎしていました。そしてなんと革命によってチャウシェスク大統領夫妻が逮捕され公開処刑され、その夫婦の生々しい死体がテレビで放送されるほどでした。日本社会でも大騒ぎとなったことなんです。さらに私個人として衝撃を受けたのは、ルーマニアの孤児院で、両親の顔を知らない孤児の中から優秀な子供を一般社会から隔離し、チャウシェスク大統領夫妻の実の両親のように思い込むよう洗脳教育を施し、特殊な軍事訓練を行い、チャウシェスク大統領夫妻のためなら死ねるというセクリターテというチャウシェスク親衛隊が存在したのです。大統領夫妻が処刑された後、彼らセクリターテとルーマニア国軍が戦闘を始め、大統領夫妻亡き今、セクリターテは死ぬまで戦い続けるなんて生々しいニュースが流れました。ちょうどその頃流行っていたアニメに似たような設定があって、現実社会でもそんなことがあり得るのかと衝撃を受けたのを今でもはっきりと覚えています。こいつら強化人間かよって。はい。そんな印象を持っていることを彼女に話すと、彼女は当時のルーマニアの様子を話してくれました。彼女は当時中学生だったそうです。その頃のルーマニアの社会主義体制、チャウシェスク大統領の独裁と恐怖政治、そして恐怖政治を支える秘密警察の恐ろしさ、日本人が聞いたら本当にゾッとするような話を彼女はしてくれました。友人だったか親戚だったか忘れましたが、親しい知人が革命発端の地となったティミショアラに住んでいて命を落としたこと、また彼女の実のお兄さんが革命に参加したこと、そして革命後のルーマニア国内の様子などを
私の質問に対しあっさりと話してくれました。それを話すんだよ、思わず言ってしまいました。面接でこの話をすべきだ、こういうふうに私は指導したんですね。ところが彼女はそれを聞いて、はいといった感じで、なんでそんなこと知りたいの、そんなこと聞いてどうするのという反応でした。そう、このルーマニア革命と革命後のルーマニア情勢は、彼女たちルーマニア人なら誰でも知っていることで、珍しくも何ともなく気にも留めないようなお話です。ところがルーマニア人ではない外国の人間からすれば、とても関心のある事柄、大騒ぎするような事柄で、知りたくてしょうがないような話題なのです。それに気づかないだけなんです。何もこれはルーマニア人をはじめ外国人に限ったことではありません。私たち日本人でも、日本人なら当たり前すぎて珍しくも何ともない、全く気にも留めないようなことが、外国人からすれば非常に興味のある珍しいことで、日本国内であまり騒がれなかったニュースが海外では大事件として騒がれているなんてお話もあるほどです。こういうことがあるのです。ルーマニア革命の話を聞いた後、彼女の深層的ダイバーシティの一部を知り、激動する東欧革命を生き抜いたルーマニア人女性として、面接の練習前とは違った彼女に見えてきました。このようなことを私は勝手に多様性の発見と呼んでいます。その後彼女はやはり私が関心を持ったことが腑に落ちず、大学の面接で話して相手が乗ってくるのかどうか心配していました。乗ってこなければ来ないで構わないと説得し、彼女は大学面接試験に臨んだのです。大学の面接試験では彼女の面接官は3人だったそうです。ご存知の方もいると思いますが、面接官の中でも複数いると時々居眠りをしている面接官もいます。彼女の面接でも一人の面接官が居眠りをしていたそうです。そうですよね。質問の答えを練習した受験生が繰り返し同じ返事をする面接に飽きして眠くなるのも無理ないでしょう。けど彼女の面接の時、チャウシェスクの名前を出した瞬間、面接官たちの表情が明らかに変わったそうです。彼女曰く急に怖い顔になったそうです。そして居眠りしていた面接官もすぐに目を覚まし、次々とルーマニア革命の話、チャウシェスク時代の話、革命後のルーマニアの話を聞かれたそうです。しまいには面接官たちが熱くなり、彼女を放置して3人で議論を始めたそうです。私の面接練習と同じです。もはや練習だとか試験だとかいうことを忘れ、彼女が話す内容に吸い込まれ、個人的欲求で彼女への質問が続いたのです。面接は30分以上かかったそうです。次の順番の人はかわいそうでしたね。試験の最後にあなたから何かありますかと質問され、もっとたくさんの日本の人たちとお話がしたいですと答えると、ぜひそうしてくださいとの言葉をいただいたそうです。試験終了後、彼女から電話でこの報告を受けたとき、私は合格を確信しました。そしてその確信通り、彼女は合格しました。ルーマニアというのは日本からすれば珍しい国で、ごく少数の国籍の留学生です。だから入学試験では合格しやすいなんて偏見を抱く方がいらっしゃいますが、大学入試を馬鹿にしないでください。学生募集に困らないような人気大学でしたら、国籍の違いなど意味がありません。成績が悪ければ容赦なく不合格になりますし、日本語コミュニケーション能力の低い少数派国籍の留学生を取って苦労するくらいなら容赦なく不合格にします。彼女の場合はストラテジーを使い、日本語できちんとコミュニケーションが取れた。そしてしっかりと自分自身の主体性と多様性を示すことができた。ただそれにつきます。彼女にぜひ我が大学に来てほしい。都の西北にあるこの大学の先生たちはそういう気持ちを抱いて合格にしたのです。今のお話は文系のお話でしたが、理系志望の留学生も全く同じことです。こちら、物理、科学、生物、人類普遍の知識、これらの試験の内容を考え、日本で強い学問分野は何だろうか、母国の強みって何だろうか、母国で必要とされる学問分野は何だろうか、これらを考えていってください。
もちろん、どうやって考えればいいのか、また日本で強い学問分野なんてのは、いきなりそんな話になってもわからないと思います。そこでおすすめは何か、やはりオープンキャンパスに参加しましょう。オープンキャンパスの日、一般の人でも自由に大学に入って、その大学を見学し、その大学で説明を聞くことができます。そこで、理系の学生はぜひその大学で何が強い学問分野なのか、どんなことを主に研究しているのか、そういった情報を収集して、それをつなげていきましょう。このシリーズの動画で散々言っています。日本の大学は多様性を求めています。その多様性でもって人類普遍の知識に挑み、新しい価値を創造するのです。これが日本留学だと思っています。日本留学を成功するためにいろいろな人とお話をしてください。お話をするなら友達になろうよ。ということで、次の動画ではこの後の予定、3つ目の壁として紹介しました志望大学の情報集めのポイントについてお話ししたいと思います。